波が高くて、かなわんわ。こんにちは、ほやです。今回は、真鶴の磯で、ウミウシを探します。見つけたウミウシを、次々に紹介していきますね。それでは、始めましょう。黒下なしウミウシです。大きさは、8ミリくらいかな。ちびっこサイズの、黒下なしウミウシです。今回は、金属製の物差しを持ち込んで、ウミウシの大きさを、しっかりと測ることにしました。いつもは、10ミリくらいの黒下なしウミウシ、と、紹介しているくらいのサイズのやつですが、実際に測ってみると、だいたい合っていた感じですね。黒下なしウミウシは、昨シーズンまでは、真鶴では、ほとんど見かけなかったのですが、今シーズンは、ちらほらと見かけるようになっています。他にも、例年は見られるやつが見られなくなったりしているので、海の環境が変わってきているのかもしれませんね。尺状身のウミウシです。大きさは、6ミリくらいかな。小さめサイズの尺状身のウミウシです。春のウミウシ探しで何度か見つけたことがあるのですが、秋の磯で見つけるのは今回が初めてです。春のウミウシだと思っていたのですが、違うんやろか。黒を基本にして、白い点々が散りばめられていて、なかなかおしゃれなウミウシですね。尺状身のウミウシの、尺状ってなんやろか、と思って調べてみたら、お坊さんが持ってる、杖みたいな、これのことらしいです。どこがこの、尺状に見えたんやろな。石をひっくり返したら、あまり見かけない、小さな黄色い粒がついていました。ウミウシかなぁ、と思って観察してみたのですが、どうやら、宝貝の仲間みたいです。大きさは、4ミリくらいやな。宝貝も、ハマる人が多い生き物で、沼が深いです。イボイワオウギガニが、一生懸命歩いていますね。普段は、岩と岩の狭い隙間にはまり込んで、じっとしていることが多いので、こんなに堂々と歩いている姿は、あまり見ないです。見た目の通り、大きなハサミは力が強く、挟まれると、めちゃくちゃ痛いです。二筋身のウミウシです。大きさは、10ミリくらいかな。よく見る大きさの、二筋身のウミウシです。真鶴で、よく見かけるウミウシの一つで、年間を通じて見られます。いつもウミウシを探しているタイドプールでは、結構広い範囲で見つかるのですが、サガミミのウミウシや、オトメウミウシのように、一箇所にたくさん集まっている様子は見られません。そういえば、この日は、サガミミのウミウシと、オトメウミウシを、見つけてないな。ツズレウミウシです。大きさは、16ミリくらいかな。少し小さめサイズの、ツズレウミウシです。全身灰色で、なんだかパッとしない、地味な見た目をしているウミウシです。見た目は地味なのですが、灰色は、周りの石や岩の色とのコントラストが大きく、
それなりの大きさがあるウミウシでもあるので、ウミウシ探しをしている時に、見落とすことは少ないと思います。数もそれなりにいるので、見つけやすいウミウシだと思います。こちらは、ツヅレウミウシの別の個体なのですが、若干、茶色がかっているので、オオツヅレウミウシの小さいやつかもしれません。大きさは、10ミリくらいやな。オオツヅレウミウシだとしても、普通のツヅレウミウシだとしても、小さめサイズです。ツヅレウミウシの仲間は、図鑑で見ると、似たような種類が多くて、正直なところ、違いがよくわからないです。分類の再検討が行われているようなので、何年後かの未来の図鑑では、全然違う分類になっているかもしれませんね。この日は、タイドプールに取り残された魚が多くて、手のひらサイズの魚が群れている様子も見られました。メジナの小さいやつかな？煮付けにして食べると美味しい魚ですね。水面近くに目を移すと、カタクチイワシが群れていました。このくらいのサイズは、煮干しサイズやな。もっと小さい稚魚だと、シラスサイズ、もう少し大きくなると、目指しサイズになります。どのサイズでも、美味しい魚ですね。親ビッチャがいますね。黄色と黒の魚で、この時期になると、南の海から、黒潮に流されてやってくる、いわゆる、死滅回遊魚の代表です。今年は、5年ぶりに黒潮の蛇行が見られなくなったので、相模湾に入ってくる黒潮の流れが弱くなり、親ビッチャや蝶々魚の仲間が、例年に比べて、激減しています。コトヒメウミウシです。大きさは、4ミリくらいかな。よく見る大きさの、コトヒメウミウシです。白い体に、黄色の模様が、とても可愛いウミウシなのですが、大きくなっても10ミリ程度にしかならないので、こういうウミウシがいると知っていないと、見つけることはできないと思います。逆に、こういうのがいると知っていれば、それなりに数はいて、くっついている石の状態も決まっているので、高い確率で見つけることができると思います。何にせよ、虫眼鏡とか、カメラのマクロモードで観察しないと、よくわからないウミウシですね。白線ミノウミウシです。大きさは、6ミリくらいかな。よく見る大きさの、白線ミノウミウシです。細くて小さいウミウシの代表で、これまでは、10ミリくらい、と、紹介することが多かったのですが、ちゃんと大きさを測ると、10ミリ以下のやつの方が、多いみたいです。これだけ小さいウミウシになると、やっぱり、見落とすことが多くなると思います。さっき紹介した、黒下なしウミウシみたいに、横幅があれば、見落とすことは少ないのですが、白線ミノウミウシは、細長い姿をしているからな。波がさらに高くなってきたので、今回は、このくらいにしておきましょう。今回見つけたウミウシは、6種類でした。最後まで、ご視聴ありがとうございました。高評価と、チャンネル登録を、
よろしくお願いします。それではまた、どこかの海でお会いしましょう。